結婚式に参加したことはありますか？白いチャペル、まばゆい光が差し込み、キャンドルの炎が揺れる、誰もが幸せになる空間ですよね。でも、その場にいた僕は声を殺して涙を流していました。韓国からやってきた留学生の僕が、なぜ日本の結婚式で心の奥底から震え、涙まで流してしまったのか、そしてなぜ僕は最高の留学生活を送れたと確信できたのか、今日はその理由を3つに分けて話します。まず一つ目は佐藤くんと僕の縁です。2017年の真夏、九州大学の山奥にある小さなバス停、セミの鳴き声が頭を割るほど響く中、友達もいない孤独な韓国人留学生の僕に、どこに行くのと声をかけてくれたのが佐藤くんです。その瞬間、まるで暗闇に差し込む一筋の光のように心が救われました。当時の僕は大学1年生です。日本人の友達はほとんどゼロでした。というのも、日本語が話せず友達を作ることができませんでした。例えば、飲み会では日本語を理解するのが必死で、ただうんうんするだけの透明人間みたいな扱いもされたこともあります。何も話すことができないから自然な流れだったんですね。だからこそ佐藤くんの韓国ってどんな国なのの一言は僕にとって近海よりも価値があったのです。彼とは同じ工学部、同じ学科、過去問を交換したり、研究室の愚痴を言い合ったり、いつの間にか試験前には必ず一緒に図書館にこもる仲になっていました。二人でニュージーランドにも旅行したことがあります。レンタカーの中で将来は何になるのかなと話しながら大自然を満喫したあの道路が今でも思い出に残っています。やがて僕らは共に東大の大学院受験を決意します。コロナ禍で部屋に閉じ込まれ、自粛に疲れ果てた夜も頑張ろうなと励まし合いながら黙々と勉強しました。奇跡のように2人とも合格し、同じ時期に東京へ上京。縁もゆかりもない街で葛飾区亀有の映画館に2ヶ月に一度通うのが小さなルーティンになりました。8年間僕の日本生活におけるベストフレンドとも呼べる存在が佐藤くんです。そんな彼から結婚式の祝辞をしてほしいと頼まれました。その時、胸が熱くなりました。大学1年のあの日、汗だくで孤独だったバス停の僕に、未来の祝辞を任される自分が待っていたなんて、誰が想像できたでしょうか。で、二つ目の話は結婚式での出来事を話します。そして迎えた結婚式当日、正直最初はちょっと恥ずかしかったんです。なぜなら完全にソロ参戦だったからですね。大学時代に仲が良かった友人たちは都合が合わずに欠席していました。場所は東京のど真ん中。ガラス張りの高層ビルに囲まれた立派な式場です。ドアを開けた瞬間、飾り物の光が反射して目がくらむほどでした。白い壁とか赤いバージンロードとかピアノの音色とかザ・東京って感じでしたね。披露宴会場は東京のビル群を一望できるパノラマビューでした。まるで都会の海に浮かぶ高価な客船でしたね。新郎新婦が中央に座り、周囲を取り込む友人や親戚の笑顔。その光景を見ただけで、ああ、彼は本当に多くの人に愛されてきたんだと実感しました。ワインを一口飲めば東京の夜景がさらに鮮やかに輝いて見えたのを覚えています。そしていよいよ僕の出番。祝辞の時間、足が震え、手のひらは汗でぐっしょりでしたね。僕の大学院修士論文の審査会よりも心臓がバクバクしていました。バイクを握った瞬間、50人ほどが全部僕を見つめていました。友人の笑顔とか、隣には花嫁の輝くドレスとか、遠くには新郎新婦のご両親とか、その光景に胸がいっぱいで、準備した言葉の6割が頭から飛びました。で、結局話せたのは用意したものの4割程度でしたね。でも、不思議と悔しさはありませんでした。緊張よりも友人を祝福できる喜びが心を満たしていたからです。僕は席に戻りました。祝辞の内容は最後に話しますね。そして3番目、僕の学びを話したいと思っています。結婚式の間、僕はふと窓の外に目を向けました。そこには東京大手町の高層ビル群がそびえていました。あの光景は大学3年生の頃に東京という巨大な世界で戦いたいと胸に誓った夢そのものでした。汗だくでノートを抱え、深夜まで九州大学の自習室で有機化学の勉強を頑張っていた自分の姿が一気に重
なりました。あの時の努力は確かにここに繋がっていたんだと心の奥でつぶやきました。視線を会場に戻すと、両家の両親がいました。大切な育てた子を送り出す、その表情は涙を必死にこらえていて、親の愛情ってここまで深いのかと、自分の両親の顔が頭に浮かび、遠く韓国から僕を支えてくれた日々が重なりました。同じテーブルには鹿児島、枕崎、これ仮の地域なんですけれども、そこから来た佐藤くんの高校時代の友人が座っていました。たった5分ほど話しただけなのに、人からの温かさがすぐに伝わってきたのです。ああ、佐藤くんはこういう人たちと青春を過ごしたんだと。そして同時にその彼と8年間人生を共に歩ませてもらった自分はどれだけ幸せなものなのかと痛感しました。で、式はもう終盤で、新郎新婦が手を取り合って席を回りながら退場のセレモニーをしました。で、スポットライトに包まれ、笑顔で一歩ずつ進むその姿を見た瞬間、今この感情っていうのは人生で二度と出会えないだろうなと思ったんですね。幸せな人生だなと思いました。景色とか人々とか音楽とか照明とか会場のざわめき、そして胸の奥で込み上げるこの気持ち、この五感すべてが焼き付くように記憶されていきました。そして気づいたんですね。大切な人が幸せになると自分も心から幸せになる。この学びが僕にとって日本留学9年間で一番大きな学びでした。9年前に大韓航空の飛行機に乗ってきた19歳の僕は想像できなかった景色を今見ています。で、僕は最高の9年間を過ごしたと胸を張って言えるのです。最後に実際の結婚式スピーチの内容を共有します。ただいまご紹介に預かりました佐藤くんと大学院時代からの友人パクと申します。今日は佐藤という人を10年間見てきてどう思ったかを2つお話ししたいと思います。思うこと1つ目は挑戦し続ける男ってことです。佐藤くんは鹿児島県枕崎市という美しい町から夢を持って九州大学に進みました。彼から聞くには地域で数人もいないという成績だったらしいですね。大学では中国語ができないのにグローバルで活躍するぞということで中国語ディベート部で活動していました。そして彼は東京大学の大学院に進学しました。当時200人いた専攻の中でそんな夢を持ったのは彼と僕だけでした。僕は先輩におすすめされてという受動的な理由で始めましたが、彼は自ら自分の未来を設計して飛び込み実行していました。大学院では工学を専門にしていましたが、そこから就職はマーケティングの世界に挑戦しました。彼は自分の未来を自分で描いて実行まで移す男ですね。その積み重ねが彼をここまで導いてきました。これからも未来を自ら切り開いていく姿が目に浮かびます。思うこと2つ目は、サリさんに会って性格が柔らかくなったとのことです。大学時代の佐藤くんは正直に言えばかなり頑固でした。他人に合わせるよりも自分のペースが優先。そんな彼でして何か接しづらいとか冷たそうとかそんな子でした。ニュージーランドに一緒に旅行したことはありますが、旅行途中で大喧嘩して仲悪くなったこともあります。もちろん僕も悪かったですけどね。で、ところが東京に出てサリさんに出会ってからは本当に柔らかくなったんです。結婚式の準備の時ももう大変だったよ。サリーと一緒にやることがたくさんあって、でも仕方ないよね。と自然に言えるようになっていました。映画を見る時もご飯を食べる時も相手のために自分を動かす人になっているんだなと感じるんです。いわばアイスコーヒーからホットコーヒーになったというか、会うたびに体感しちゃうほどでした。僕は10年近く佐藤くんの挑戦と変化を見てきました。でも今日ここに立って改めて思うのは、彼が本当に大人になれたのはサリさんとの出会いがあったからでしょう。彼を優しく積み込み、視野を広げ、笑顔を増やしてくれたのはサリさんで間違いないでしょう。これからの人生は佐藤くん一人の野望ではなく、お二人で描いていく挑戦になります。きっとどんな困難もリーの佐藤くんとジョーのサリーさんなら笑って乗り越えられるでしょう。どうかこれからもサリさんの笑顔が家庭の中心にあって、その隣で佐藤くんが力強く支えていく、そんな素敵な未来を心から願っています。佐藤くん、サリさん、結婚本当におめでとうございます。お幸せに。以上、パクンでした。アンニョン。